はい、パウロ・秋元のありえない話の3回目です。今日も求めなさい、そうすれば与えられますからお話をしたいと、こういうふうに思います。私は東京生まれで東京に住んでたわけですけれども、37までですね、一度も飛行機に乗ったことがありませんでした。で、途中からちょっとひねた考えになってきたんですね。飛行機に乗らないならな、このまま一生飛行機に乗らない記録を作ってやろうと、こういうふうに思ったんですね。それで37まで1回も飛行機に乗らなかったんですね。そして37になった時に、もう牧師をやってましたけどもですね、長崎に行ったんですね。長崎に行って26世紀のところに行って、それから帰ることになったんですが、その時にですね、ちょっと考えてしまったんですね。何を考えたのかっていうと、このまま長崎から電車で帰るとすると十数時間かかると。かったるいと。飛行機で帰るならば2時間ぐらいで帰れると。簡単に帰れると。それで私は揺らいだんですね。一生飛行機に乗らない記録を作ってやろうと思ったことが揺らぎました。だから大した決心ではなかったんですね。それで迷ってこう思ったんですね。じゃあちょっと神様に聞いてみようと。それでお祈りしたんですね。神様、どうしましょうか。このまま電車で帰りますか、飛行機に乗りますか、どうしましょうか。こう言われたんですね。こう祈ったんです。そしたら神様に言われました。あなたはこれから数えきれないぐらい飛行機に乗るようになります。でその時にこう思ったんですね。明確に主に言われたのでですね、数えきれないぐらい飛行機に乗るんだと思ったんですね。じゃあ一生一回も飛行機に乗らない記録なんてできやしないと思ったんですね。そしてその時初めて飛行機に乗りました。でちょっとおかしなことがあって、羽田に着いた時にシートベルトの外し方が分かんなくてですね、シートベルトに縛り付かれたまましばらくもがいてたのを覚えております。そして今はですね、71かななんですね。それでどうなったのかというとですね、数えきれないぐらい飛行機に乗ってるのです。おそらく2000回ぐらいまでは数えてました。しかしそれ以降は数えきれてません。ですから2000回以上は確かに乗ってるんですね。私はこんなに飛行機に乗るものとなるとは思いませんでした。100回200回だったらまだ分かりますけども、2000回を超えてる。それとともに私は一つで驚いていることがあります。もちろんそれは全部出張で言ってるわけです。働きで言ってるわけですから、使用っていうのはですね、教会とか組織から出てきてるんですが、よく2000回も乗れるお金があったなと、ちょっと驚いております。しかしこの時にですね、神様の言葉の真実性と神様の技の恵みというのを見ます。まさに数えきれないぐらい私は飛行機に乗り、これからも乗るでしょうから、おそらく3000は超えるかなというふうに考えています。神様は生きておられます。神様は幻の方ではありません。どうもありがとうございました。